世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回の話題はヒットストップについてですね。動画のコメント欄とかでもね、結構指摘されることが多かったヒットストップなんですが、内容的には少し長すぎるんじゃないかというものが多かったですね。ただ、こういった細部についての良し悪しに関してって、基本的に自分が気になった点にしかコメントってなかなかしないと思うんですよね。例えば、ヒットストップ今の塩梅でちょうどいいと思いますみたいなコメントって今まで多分一件もなかったかなと思うんですよ。そういうことって思っても多分書き込まないというか、そもそもヒットストップが自然な時間で気にならなかった場合、ヒットストップに関しての議論を交わす必要がありませんよね。もし仮にヒットストップ演出がめちゃくちゃ凝っていて気持ちのいい瞬間っていうのが存在すれば、そのシーンに関してめちゃくちゃグッドだねという感じのコメントがつくとは思うんですが、残念ながら現状うちのゲームにはそういったシーンはございません。なのでコメント欄で言われているヒットストップが長すぎるんじゃないかという指摘に対してもかなり慎重に判断すべきかなというふうに考えてはいたんですが、実はそもそも最初にね、ヒットストップの長さを決めた時、おそらく1年以上前だと思うんで正確な時期とかは覚えてないんですが、その時から少しヒットストップは長めにつけようっていう風に意識して設定していました。これがなぜかというと、うちのゲームでは相手の攻撃方向を見た上で適切に対処していくというゲームシステムが根本にありますので、そういった意味でもゲームスピードはある程度遅めに仕上げる必要がありました。そのためにヒットストップを長めに設定していたわけですね。単体で見るとそれこそコンマ数秒しかかからない演出のヒットストップなんですが、塵も積もれば山となるということでね、戦闘中に何度も発生することでゲームスピードそのものにも影響を与えてきます。なので当時の僕はとりあえず長めでいいかという風に設定しておいたわけですね。現在はもう体験版リリース目前に控えていて、ゲームスピードもほぼほぼ固まってきているので、ヒットストップをあえて長くしておく必要はもうありません。あとこの1年以上ね、ヒットストップに関するコメント。めったに僕が返信することはなかったと思いますが、すべてね、目を通してきてはいますので、それらを総合して考えてみた結果、やはり現状のヒットストップは少し長すぎるのかなという結論に至りました。そこで今回の実装ではヒットストップそのものの時間をね、短くしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。とは言ったんですが、実はヒットストップに関してはもうすでにパラメータ化してありますので、このファイルの数値を書き換えるだけで実装は完了してしまいます。ただこのパラメータに関してもやはり1年以上前に僕が三柳さんにお願いして作っていただいたものなので、今見るとそういえばそんなのもあったなみたいな要素が入っていたりします。まずはこれ片手武器と両手武器でヒットストップそれぞれ別々に設定できるようになってるんですが、そもそもこの両手武器っていうもの自体がね、体験版を完成させるために泣く泣くリストラされてしまいました。僕自身両手剣とか両手斧はね、めちゃくちゃ好きな武器だったんですけどね、必ず製品版では復活させたいなと思っています。他にもこちらは現状も生きている仕様なんですが、武器を投擲した場合のヒットストップですね。これに関しては攻撃を当てられた側のみヒットストップがかかるようになっています。もし仮に攻撃した側、つまり武器を投げた側にもヒットストップがかかるようにしてしまうと、こんな感じで武器を投げた後にすでに別の行動を開始しているにもかかわらず、武器投げのヒットストップが後からかかってくるというかなりへんてこな状況になってしまうので、この設定も非常に大事になってきますね。今このパラメータをね、ざっと見返してみて思ったのが、やはり側撃と銃撃でね、ヒットストップをそれぞれ個別に分けれるようにすべきだったなという点ですね。武器のカテゴリーによってヒットストップを分けることは可能なんですが、やはり同じ武器だとしても攻撃のモーションによってね、ヒットストップ長くしたり短くしたりしたくなる時ってどうしても出てくるんですよね。でもかといって、現状この体験版前の時点ですでに数百種類以上ある攻撃モーションすべてをこのパラメーターにね、内包させるというのはもう管理がめちゃくちゃしんどくなるだけなので、そういうやり方はなしかなと思うんですが、例えば攻撃モーション側にね、ヒットストップの上書き権限を持たせるなんていうやり方がいいんじゃないかなと思います。攻撃判定の設定タブのところあたりにね、ヒットストップ倍率なんていうパラメータを一つ追加してやって、ここで後からね、倍率を設定してやるのが丸いかなと思いますね。つまりこちらのパラメータで設定された武器カテゴリーごとのヒットストップ秒数に対して、
このモーションは特別ヒットストップ長くしてやりたいんだよなっていうモーションのみ、攻撃判定側でね、ヒットストップ倍率を例えば ×1.5 とかで設定してやれば、パラメータで設定されている秒数よりも 1.5 倍のヒットストップがかかりますよ。その逆もしかりですね。といったことができるので、製品版を作る際にね、そういう感じでヒットストップシステムも改善していきたいなと思ってます。こういう風な感じでね、モーションの見た目以上にヒットストップを長くしたい攻撃とかって実は結構あるんですよね。例えば八景なんかも個人的にはそんなイメージありますし、逆にモーションの見た目よりもヒットストップを短くしたい攻撃といえば、例えば居合切りとかですかね。めちゃくちゃ鞘の中で力溜めて一気にスパーンと切る。その時はヒットストップかからずにもうスッと抜けていきたいですよね。なのでやはりパラメータ側で大枠は決めておいて、個別にね、モーションの攻撃設定の方で倍率をかけてやるっていう仕組みがいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでヒットストップに関してね、つらつらと思うところを述べさせていただいたんですが、最後にね、実際に現状のヒットストップ時間を短くするっていう実装を冒頭にも述べてた通りね、今やっちゃいたいと思うんですが、実はね、ごめんなさい、ちょっと騙してました。前回の動画から実はすでにヒットストップ秒数を2分の1にしたバージョンでお届けしていました。これね、前回報告するの忘れてたとかいうわけじゃなく、あえて言わなかったんですよね。ヒットストップに関しては以前からね、コメント欄で結構多数の指摘があったので、そういった方々がね、目を光らせてしっかり気づいてくれるかなと思ってたんですが、現在のところ前回の動画にヒットストップ関連のコメントはついていません。たまたま前回の動画見てないだけとかね、そもそもめちゃくちゃ注意してみないと気づけないような内容なんで、この事実をね、調整の判断材料にすることはないんですが、改めてね、過去の動画と今回や前回の動画見比べてみて、ヒットストップに関してね、何か思うところあったら、ぜひ今回の動画にコメントしていただければなと思います。というわけで今回はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。